どうも、なんとか15とこです。今回は長野県岡谷市にあるオリジナルマインドさんの会社にやってきました。なんと出来たてほやほやの新しい射出成形機を体験させていただけるということで、早速行ってみたいと思います。失礼します。早速並んでますけど、こちらの手前にある黒い方が以前動画でもレビューしたことのある手動式の卓上射出成形機ですね。で、この奥にあるパッと見おしゃれな空気清浄機みたいな方が新型、新しい出来たてほやほやの空圧式の射出成形機。かっこいい。持ち手がこの辺にあって、こっちにもあるんですよ。どうやって使うんだろう。ちょっと詳しくお話を伺っていこうと思います。というわけでオリジナルマインドさんの秋津さんに来ていただきました。ご紹介お願いします。お願いします。こちらにあるのが手動式の射出成形機になりまして、このハンドルを体重を使って押し込む形、自分の力でやるってそうですね。ですね。はい。っていう形になるんですが、こちらですと空気の圧力を使って溶けた樹脂を金型に押し込む製品になります。なんかレバーがついてますけど、はい、そのレバーで押し込むっていうわけではないんですね。そうですね。こちらのレバーはこのテーブルが上下に動きまして、はい、金型のへこみ部分とノズルがしっかり密着するっていうような機構になってます。で、射出動作自体はこのハンドルの先端にあるボタンですね。これを押すことで内部のエアシリンダーが動作して空気のものすごい圧力で溶けた樹脂をこの金型の中に押し込む形になります。この手動式でも結構テコの原理使ってて、かなり人力とはいえパワー出ると思うんですけど、どれくらいの違いがあるんですか？そうですね。こちらの手動式の方が、最大1トンぐらいの圧力が出るんですが、こちらの空圧式ですと最大2トンの力が、倍ですね。そうですね。倍の力が出せるようになりました。いや、これ僕もね、レビューさせてもらって使ったから分かるんですけど、手動式いいんですけど結構しんどいんですよ。数やるともう10個とかやると結構パンパンになってることもあるんですけど、これだとポチでそうですね。いけるわけですもんね。このハンドルとボタンを押すだけで成形できます。それはめちゃくちゃいいですね。はい、空気の圧力を使っているので、私でも、力の弱い女性でも誰でも同じ品質で成形ができるっていうような製品。動けばいいわけじゃないですもんね。ちゃんと充填させないといけないから、どっちで止まっちゃったりとかね。そうですね。やっぱりそこの人によってこの使い方の差とかは出やすい製品だったんですが、こちらですと誰でもできると、同じ品質で成形が可能っていう機種になります。なるほど。開発背景としては、自分で本当にやっててそうですね。大変だし安定しないし、作ったと。しかもこれないですよね。こういうタイプって日本で空気の圧力で成形するっていうのはほとんどないかなと思いますね。僕もなんか一回調べたことあったんですけど、確かになかった気がして、じゃあ日本初家庭用、一応家庭用なんですよね、これ。そうですね。はい。めっちゃでかいけど。はい。重さ、家庭でも。重さどれくらいですか？重さは100キロあります。じゃあ卓上機ですね。ギリギリ卓上機。機械寸法とノズル寸法、手動式と空圧式の違い、スペック表ですね。必要な方は一時停止してご覧ください。完全にネジを外さなくても一応取り外せるようになって。それは設計のこだわりですか？そうですね。全部外れちゃうとこれが全部落ちてきちゃうので、そのガイド、この真ん中のネジだけガイドになっていて、本当だ。スッとはめ込めるような形になっています。これって秋津さんが設計されたんですか？そうですね。全部設計は自分の方で。そうなんですか？はい。すごい。しています。よいしょ。でかっ。ちょっと待って。僕あんまり空圧系で分かんないですけど、でかすぎませんこれ？そうですね。これ、シリンダー直径が160のシリンダーが2個ついてます。やりすぎでしょ。やっぱこの特徴としてポリカーボネート、エンジニアプラスチックのポリカーボネートとかを成形するっていうのも一応目標として開発してますので、そうなんですね。ポリカっていうのがなかなかこの圧力が必要な材料になりまして、それをやるにはもうこれぐらい必要だったと。そうですね。これぐらいの
シリンダーがどうしても必要だという。こういうね、見たことないけど僕は大きなこだわりとしては 3箇所ありまして、1つ目が、見ていただいたら分かるこのエアシリンダーがこの2つ乗っかっているっていう形になります。はい、本来であれば上にあって直接押すっていうのが一般的かなと思うんですが、こちらの機種はエアシリンダーを2つにして、なるべくその低重心にして操作した時の安定感っていうのを向上するっていうのを目的にこのエアシリンダーを2つここにめっちゃコストかかってそうなこの部品を本当は1個でいいけど、あえて2つにしてると。そうですね。やっぱりここの上に重いものがあるとぐらついたりとかしてやっぱ操作してる時の安心感にも伝わってくるかなと思いますので、この機種ではあえて2つエアシリンダーを真ん中に。2つ目が、こちらの加熱しているシリンダーがあるんですが、こちらが今3種類ご用意しておりまして、材料によってその径を切り替えていただいて、ご使用いただくっていうような形になります。あれですよね。ペレット入れて、こう熱されるところですね。そうですね。ここに加熱してるカートリッジヒーターが6つあって、で今230度に加熱しているっていう形になります。これの種類が3種類。径ごとにこうなんかそうですね。3種類ありまして、で一番大きい径のやつだと成形しやすい材料の場合は最大 35cc 使えますし、大きいやつができると。で真ん中のものですとこうバランスが良くていろんな材料にお使いいただけるっていう。お試しとかテスト用みたいな感じそうですね。で逆に一番小さいものはそのポリカーボネートとか押し込みがすごいしづらい材料の時にその圧力を高めて成形するっていうようなシリンダーになってます。それがもう交換が結構簡単にできちゃう。こちらはシリンダーを簡単に取り替えることができます。だからシリンダー傷んだ時も交換できる。そうですね。こちらをで3つ目がこちらのトグル金型を密着させる上昇の機構になりまして、ここがトグル機構になっているので、このハンドル軽い力の操作でこの金型をしっかり密着させるっていうような機構になっています。これがあれですよね。2トンかかってるわけじゃなくて、あくまでも金型をこう上昇させるための、密着させるっていう金型になります。すごいなんか機構ですね。これはこう動いてるのに、こっちは上下に動いてる。そうですね。ここにトグルの機構が複雑そうな。入ってます。あえてこういった。そうですね。トグルの機構でもいろいろあるんですが、なるべくコンパクトに設計しています。今この状態でこの出てくるところって見れたりします？見れます。一応こちらのボタンを両方の手で押していただくと、おお、すげえ。すっごい勢いですね。これが2トンですね。そうですね。この押し出す力が2トンになります。一瞬でこの量。すごい。サンプルですかね。こちらが実際に空圧式の射出成形機で成形したサンプルになります。全部ですか？はい、全部。いろんな材質ができまして、例えばこういうバイオプラスチック。バイオプラスチック。はい。最近は環境配慮とかに配慮した材料が増えてますので。ライスと書いてますけど、米ですか？これはお米の粉が PP に入っているっていうような材料になります。で、あとは特殊なもので言いますと、こちらがポリカーボネートで。これがポリカなんですか？ポリカが何がいいんですか？硬いですか？そうですね。硬いかったり、その透明性が高いのと、あと耐衝撃性が高いので、すごい強いものが作れちゃいます。で、あとはこちらにあるんですが、こちらがインサート成形と呼ばれる方法で成形したものになります。例えばこのペンですと、この鉛筆の芯を最初に金型に入れて、で金型を閉じて成形すると、この鉛筆の芯を中に成形したっていうものが作れてしまいます。これ透明だからいいですね。そうですね。はい。成形してるっていうのが分かります。あとはこちらですと、最初にこのスパナの本体をここに成形していただいて、セットしていただいて、でこの持ち手の部分を樹脂で成形したっていうものになります。めちゃくちゃ綺麗ですね。僕が作ったレゴとは全然違う。かなり細かい刻印とかもしっかり出ますので、
てかこれ気になるんですけど、あこれもですか？こちらもそうです。こちらも空圧式の成形機で、最大容量のものを成形した、35cc です。35cc です。こんなでかいのいけるんですか？こんなに大きいもの。でかっ。めっちゃ綺麗ですね。そうですね。結構綺麗に作れました。このサイズでも、空圧式で、機械だから、誰がやってもできると。そうですね。この品質が作れちゃいます。てかこの金型えぐーこれ、彫り込みすごいですね。これは30ミリ以上彫り込んでます。これも自社で作られてるんですか？そうですね。これもキットミルで実際にキットミルで、加工したものになります。キットミルっていうオリジナルマイドさんが作られてる CNC フライス、あれで実際に加工した。全部ですか？全部そうです。すげえ。では早速こちらの空圧式射出成形機を使って、初心者の僕が初見の僕が、ちゃんとできるのかやっていこうと思います。で今回使う金型がこのペンの金型になりまして、まずインサートするこの芯ですね。鉛筆の芯を金型にセットしていただきます。でそうしましたら金型をこうかぶせると。かぶせていただいて、この時に芯がね動かないように動いてるそうしましたら金型の準備が、これがミソですよね。そうですね。ここの部分とノズルがぴったり合う形になります。これ手動式の方にはなかったパーツですよね。そうですね。にセットしていただいて、でハンドルを倒すとこうぴったり中心が合う形になります。こうなんていうんですかね。そうですね。動いてこう、位置が合うようになります。これはピンク色の PP、ピンク色の PP。どれくらい入れましょう？だいたい1杯半ぐらい。1杯半ぐらい。今これってどうなってました？これがこういう形で引き出せるんですか？いいですねこれ。で両手でしっかり持って、これそんなに力いらないですか？いらないです。ここで止まるんだ。止まります。なるほど。であと押すだけと。いきますよ。いきます。これどれぐらい押しとけばいいですか？で止まったところで5秒程度。これで5秒。高圧になりますので。数えてなかった。もういいですかね？で離してもらうとエアがスタート。でハンドルを向こうに倒していただいて金型を外してもらうって形。本当にできてます？これ何の力もいらなかったけど全然やった感がないですこっちの時は作るぞみたいな感じでしたけど、こちら本当にこれでできちゃいますので。マジですか？これでもこっち使ってもしこんな簡単にできちゃったらこっち戻れなくないですか？ちょっと戻れないかもしれないです。本当にね数個試作で作るとかだったら全然いいと思いますけど、数をねもう作るってなったらがぜこっちだと思います。ただ向こうの手動式の方は実際にこう押し込んでる反力とかがやっぱり伝わってくるので、汎用旋盤と NC 旋盤みたいな感じですね。そうです。切削力が手に伝わってくる。いやー、できてんのかな。でどうでしょうか。いきますよ。ばっか。やばー。マジで綺麗。ちょっと感動っすね。めっちゃ衝撃でした。こんな簡単にめちゃくちゃ綺麗できてしまいます。金型がね綺麗なんで仕上がりがいいのは分かるんですけど、いやこれはすごいな。でしかもこれが何かやっても同じ品質で、その通りです。ご覧いただいている通りボタンポチでこの仕上がりです。いやすごいですね。めっちゃ綺麗。こちらの空圧式射出成形機稲荷 P35 は本日より販売開始です。詳しい情報はこの動画の概要欄に URL を貼ってますのでぜひ見てみてください。実はこの企画のお話をねいただいた時に作ってもらいたいものがあったんですよ。でこれは忍者スピナーといいまして、海外で結構流行ってるおもちゃなんですね。ベアリングが入った。
でこれのカラビナ付きのやつをどうしてもね作りたいと思って、今回ねちょっと無理なお願いで申し訳ないんですけど、金型を実際に作っていただいて、射出成形まで行いたいと思います。工作室になるんですかね。工作室になります。ちょっとご案内を軽くお願いします。こちらに、こういった材料とか工具とかがありまして、実際にその、部品を設計するだけじゃなくて、実際に部品をこう自分で加工したりとかして調整したりとかして、実際に手を動かしながら製品の開発を行ってます。機器としてはこういった卓上のフライス板とかボール板とか小型の旋盤がございます。でこちらにあるのが実際にこれから金型を加工するキットミル。一番合成あるやつですよね。そうですね。こちらが、鉄まで加工できる機種になります。これで全部作ってるんですか？そうですね。稲荷で使う金型はこちらの機種を使って加工しています。なるほど。でもうねデータお渡ししてますんで、じゃあ早速こちらでお願いします。はい。空欄とか出て、3杯ぐらいですか？エンドミルは。杯2ですね。2杯ですか？はい。CNC フライスが金型をせっせと削っている間に、こちらでは集めたペットボトルのキャップをニッパーで細かくしていきます。これがまあまあ大変でした。あれから数時間が経ちまして、金型が完成したようです。早速ねやっていくんですけど、今回はこちらのベアリングをあらかじめこの金型にセットするインサート成形というね工法で作っていきますので、後からね部品を入れなくてもいいと。そうです。ベアリングの周りに樹脂ができるっていう感じですね。あとこれ材料ペットボトルのキャップ、さっき一生懸命ねプチプチ切ったんで、これを入れて、射出成形していくと。はい。では一発目、誰がやっても一緒なんですが、あえて、秋津さんから1個目やってもらおうと思います。お願いします。いきます。はい。スムーズやな。どうでしょうか。お、ちゃんと詰まってますね。型オープンお願いします。はい、いきます。おお、すごい。完璧じゃないですかこれ。完璧ですね。うわ、これちょっとね、今映ってないと思うんですけど、ロゴもめっちゃ綺麗に入ってるし、マーブル感もすごい綺麗。撮っていいですか？はい、どうぞ。冷めてますね。こんな感じ。そうですね。お、ベアリングはね引っかかってますね。おお、すげえ。裏の肉抜きのところもしっかり抜けてて、引けもほぼないんですか？そうですね。ある程度出てますが、引け対策のところはバッチリできてますね。綺麗。いや、エコ感あってめっちゃいいですねこれ。はい。うわ。続きまして僕もやってみたいと思います。ここに置いて、ね、大体置けば勝手にね中心に行くんで、はい、いきます。1、2、3、4、5。入ってます。はい、では開けますよっ。おお、完璧完璧です。わかります？このロゴ、細かいロゴまで完璧にね入ってるんですよ。めっちゃ綺麗。こんだけ綺麗にポンポンできると気持ちいいですね。そうですね。すごっ、最高。もう製品ですよこれ。市販品レベル。射出。
はい、というわけで今回はこちらのね、僕が考えた、カラビナ付きのリングスピナーを、オリジナルマインドさんと協力して作らさせていただきました。でね、この分厚式の射精劇も本当に最高で、もうやったから分かる大変さ、でこれの手軽さ、本当に感動しました。で、今回ね、せっかくご協力して金型までで作ってもらったんで、プレゼント企画をさせていただこうと思いまして、こちらベアリングが入ったねカラビナ、気になった方、欲しいなと思った方は、概要欄の Google フォームからぜひご応募ください。特にどんな方に使ってもらいたいですか？そうですね、やっぱりその自分で射出成形の部品を作りたい方であったりとか、あとは法人とか企業の開発者とかデザイナーの方がやっぱりアイディアを形にしたいっていうところですごい便利にお使いいただけるかなと思いますので、ちょっとね、ちょっと試作するとかなってもかなりねコストかかっちゃったり時間かかったりするんですけど、これがあればお手軽に金型を起こして制御できると。で、加工機のサイズもテーブルインサイズで、本当にデスクトップパソコンぐらいですよね。そうですね。高さはあれですけど、高さ2倍ぐらいありますけど、スペース的には本当にデスクトップパソコンぐらいなんで、本当に小スペースで置けますよね。いろんなところで置いてお使いいただけるかなと思います。家庭用ですよね。机はしっかりした机をご用意いただいたところですね。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。他に何か？そうですね。オリジナルマインドでは今求人の方を行っておりまして、こういった製品を開発する開発部のメンバーと、あとこちらを使ったこういうサンプルを作ったりして、SNS で発信したりっていうその広報部のメンバーを募集してますので、ぜひご興味があれば、ぜひ応募いただければと思います。長野県の岡谷市ですね。すごいね、初めて来ましたけど、かなりのどかでいいところなので、気になった方はぜひそちらの方も見てみてください。よろしくお願いします。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたので、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。X、Instagram いろいろやってますので、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。